第4話獣医師神戸と魔法の猫寒しい。職員からの嫉妬。神戸は動物病院で獣医師として働き始めて間もないのに、その卓越した医療技術と知識を時折見せることで、他の職員たちの嫉妬を招くことが増えてきました。特にベテラン獣医師のブギは、神戸が新米獣医師ながら自分よりも優れた技術を持っていることに激しい嫉妬を抱いていました。ブギは自分の立場が脅かされることを恐れ、他の職員たちと共に神戸を冷たく扱うようになりました。彼らは彼の作業を無視するようにしました。ブギは神戸がご飯を食べている時にわざと目の前でゴミを捨てたり、彼の存在を無視する態度をとりました。ブギは神戸の技術を見るたびに胸の中に不安と嫉妬が渦巻いていました。どうして新米獣医師がこんなに優れた技術を持っているんだと自問しながらも、自分の立場が脅かされる恐怖に苛まれていました。彼は神戸に対する嫉妬心を抑えきれず、冷たい態度をとることで自分を守ろうとしていました。ブギは時には夜遅くまで眠れず、神戸の優れた医療技術が頭から離れない日もありました。神戸は冷たい態度に気づいた時、胸の中に優しい怒りが起こりましたが、すぐに彼らの貧しい心に対する悲しみに変わりました。彼らもまた自分の立場を守るために必死なんだと理解しました。彼は地位や権力、名誉は自ら求めるものではなく、周りから自然に与えられるものだと考えていました。辛い時には看護師アキの支えが神戸を励ましました。神戸はアキの優しい言葉に心が温まり、前向きな気持ちを維持できました。そんな中、アキは神戸の味方となり、彼を支える存在となりました。アキは神戸の実力と誠実さを知っており、彼に対する信頼を深めていました。二人は一緒に働くうちに、ますます強い絆を築いていきました。アキは神戸が困難な状況に直面するたびに、彼に励ましの言葉をかけ、彼を褒めることで神戸の心の支えとなりました。アキは神戸の実力と誠実さに感銘を受けていました。彼はただの獣医師ではない、もっと大きな能力を持っていると感じ、彼を支えることが自分の使命だと思うようになりました。神戸が困難に直面するたびに、アキは彼のそばに立ち、励ましの言葉をかけることで、彼の心の支えとなりました。アキは神戸の笑顔を見るたびに、自分の選択が正しかったと確信しました。ある日、病院に重傷の犬が運ばれてきました。犬は事故に遭い、緊急手術が必要でした。院長がたまたま不在で、副院長たかが手術を行うことになりました。手が足りず、院長の指示で神戸に手伝いを頼むことになりました。神戸は新米獣医師としての立場を超えて、手術の手伝いをすることになったのです。手術中、神戸の額には汗がにじみ、手はかすかに震えていました。しかし、彼の目は鋭く、手術器具を巧みに操りました。たかが指示を出すたびに、神戸は即座に反応し、的確な処置を施していきました。手術室には緊張感が漂い、全員が息を飲んで神戸の動きを見守っていました。手術が無事に成功すると、
神戸の卓越した技術に鷹や他の職員たちは驚きました。しかし、その素晴らしい技術が逆に他の職員たちのより一層の嫉妬を招きました。手術中、インチョウアルンの動物を救いなさいという言葉をかみしめ、神戸は自分の手が震えるのを感じながらも、心の中で失敗は許されないと自分に言い聞かせていました。彼の目は鋭く、集中力を高めることで、手術器具を巧みに操りました。手術が成功した瞬間、彼は安堵の息をつきましたが、同時に他の職員たちの視線に再び嫉妬の色が浮かぶのを感じました。神戸は自分の技術が評価されることに喜びを感じつつも、再び嫉妬の対象になることに複雑な思いを抱いていました。サムシーの魔法の力が再び発揮される時が来ました。ある夜、神戸のテントの前に傷ついた魔法の動物たちが現れました。彼らは魔法の国から逃れてきた動物たちで、悪魔の軍勢に追われて重傷を負っていました。動物たちは傷ついた体を引きずりながら神戸に助けを求めてやってきました。神戸とサムシーは魔法の力と獣医の知識を駆使して動物たちを治療することに成功しました。神戸は動物たちの傷を丁寧に洗浄し、サムシーの魔法の力で傷を癒しました。このことをきっかけに、神戸とサムシーは魔法の世界で卓越した医療を実施していく存在となるのです。また彼らは新たな仲間と出会い、数々の試練を乗り越えながら素晴らしい医療を提供する獣医師になっていくのです。神戸は傷ついた動物たちを見て胸が痛みました。彼らを助けなければと強く思い、サムシーと共に治療に取り組みました。動物たちが回復する姿を見て、神戸は自分の使命を再確認し、魔法の世界での新たな挑戦に向けて決意を新たにしました。彼は動物たちの目に感謝の光が宿るのを見て、自分の選んだ道が正しいと確信しました。サムシーは魔法の力を使うたびに自分の存在意義を感じていました。この力で誰かを助けることができると思うことで、サムシーは自信を持ちました。神戸と共に治療を行う中で、サムシーは自分がただの猫ではなく、特別な存在であることを運命だと思いました。魔法動物たちは神戸とサムシーの治療を受ける中で、次第に安心感を取り戻していきました。ここなら安全だと感じ、彼らは神戸とサムシーに全幅の信頼を寄せました。魔法動物たちの目には感謝と希望の光が宿り、彼らは再び立ち上がる力を得ました。その後、神戸とサムシーは魔法の世界での冒険を続け、数々の試練を乗り越えながら動物たちを救い続けました。彼らの優しさにより多くの動物たちが彼らの助けを求めてやってくるようになりました。神戸は自分の技術とサムシーの魔法の力を駆使して、どんな困難な状況でも動物たちを救うことができると自信を深めました。ある日、神戸とサムシーは魔法の森で迷子になった小さな魔法の生き物を見つけました。生き物は怯えており、助けを求めるように神戸の足元にすり寄ってきました。神戸は優しくその生き物を抱き上げ、大丈夫だよ、もう怖がらなくていいとささやきました。
サムシーもその生き物に寄り添い、魔法の力で安心感を与えました。コウベイとサムシーはその生き物を無事に家族のもとに送り届けることができました。生き物の家族は涙を流して感謝し、コウベイとサムシーに深い敬意を示しました。この出来事を通じて、コウベイは自分の選んだ道が正しいと再確認し、さらに多くの動物たちを救う決意を新たにしました。